平和の象徴、オールマイトをめぐるヒーローたちの活躍と葛藤を描いた僕のヒーローアカデミア。あなたが一番好きなヒーローは誰ですか？ド変態読者たちの気持ちを代弁してくれるミネタ。ということで今回はオールマイトの意志を継いで希望をつないできたもう一人の主人公エンデバーを慕う人たちについてまとめていこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれているので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。この動画を見終わった時あなたはエンデバーガチ勢多すぎだろと思っていることでしょう。それでは行ってみよう。バーニンとエンデバーはどんな関係なの？バーニンはエンデバーが設立したヒーロー事務所に所属しており、エンデバーが最も信頼するサイドキックです。根っからの姉御肌のバーニンは明るく裏表のない性格をしており、コミュ障で誤解されがちなエンデバーをいつもサポートしています。口は悪いけどかなり仕事はできる優秀なヒーローだよね。エンデバーと同じ火炎系の個性、年髪を持っていることから、個性同士の相性がいいのはもちろん、豪快ながらもコミュニケーション能力に長けており、警察や他のヒーローとの連携も、バーニンがいるからこそうまくいっているのは間違いありません。バーニンがいなかったら、エンデバーはナンバーワンヒーローになれなかったかもしれないね。もともとはエンデバーのことはそこまで尊敬していなかったバーニンですが、不器用ながらもヒーローとして志高く、信念を持って活動するエンデバーを徐々に信頼するようになり、26歳の若さでエンデバー事務所のナンバー2になり上がりました。エンデバーとバーニンは相性も良かったんだね。仕事面ではエンデバーのことを尊敬しているバーニンですが、エンデバーが家族にした仕打ちについてはクソだと思っているようで、息子の轟将との前ではエンデバーのことを脇衆、加齢衆と散々な呼び方をしているようです。直接本人に言わないあたり、ミルコよりは空気が読めるタイプなのかもしれないね。ヒドウとオニマーもバーニンと同じくエンデバー事務所で最も信頼されているサイドキックです。バーニン、ヒドウ、オニマーがエンデバー事務所のトップ3って感じだね。ヒドウとオニマーは基本的にエンデバーのサポートに回ることが多く、個性で物体の軌道を自在に変えることができるヒドウの個性はエンデバーも重宝しているようで、トップスピードを維持しつつ急激に方向転換する連携プレーを見せています。この2人はどちらかというとエンデバーが最大限活躍できるように影から支えてるって感じだね。ヒドウとオニマーはエンデバーと一緒にいる時間が長い分、ショート患いで暴走するエンデバーの様子を間近で見る機会が多く、半ば呆れながらもバーニンと同じくエンデバーのことは信頼しているようです。しかしヒドウ自体はエンデバーに思うことも多々あるようで、本人がいないところではあのおっさんと呼んでおり、日頃の苦労が思わずにじみ出てしまっています。オニマーさんだけは唯一エンデバーの陰口言わないから性格の違いがよく出てるよね。次のエンデバーを慕う人はナンバー2ヒーローのホークスです。唯一エンデバーに優しい人。ホークスは作中の中で最もエンデバーを尊敬している人と言っても過言ではない正真正銘のエンデバーガチ勢です。ホークスはなんでエンデバーを尊敬しているの？ホークスがエンデバーを尊敬するようになったのは彼の過酷な幼少期が関係してきます。父親が犯罪者の家庭に生まれたホークスは毎日父親から体罰を受けており、家庭内暴力に怯える日々を過ごしていました。さらに母親も精神を病んでおり、父親を常に監視するような依存体質でまともに働かず、そんな過酷な家庭環境でホークスはすさみきった幼少期を過ごします。典型的なネグレクト家庭だね。そんな暴力的な父親と極度の依存体質な母親に対して、幼いホークスは歯向かうこともできず、ただ耐え忍ぶ毎日を過ごしていましたが、ある日また犯罪を犯した父親をエンデバーが逮捕したことで、ホークスの人生は一気に好転しだしました。ホークスにとってエンデバーは地獄のような人生から救ってくれた恩人なんだね。公安に拾われヒーローを目指すようになった後もエンデバーのことをずっと見続けていたホークスは、オールマイトに追いつこうと努力するエンデバーの背中を見て育ったことで、プロヒーローになった後もエンデバーを尊敬する気持ちは日に日に大きくなっていったようです。ホークスって初登場時はクールでやれやれ系なキャラかと思ったけど、普通に性格がいい好青年だよね。異能解放軍に潜入捜査をした際は、唯一信頼できるエンデバーに助けを求め、全面戦争編でダビトの一件で心が壊れかけたエンデバーに対して、家族よりも優しい声をかけ、
最終決戦ではエンデバーを生かすために自らを犠牲にしようとするなど、初登場時から最終決戦まで一貫してエンデバーに絶大な信頼を置いていることがわかります。エンデバーって実の息子たちとは全員うまくいかなかったけど、ホークスだけは実の息子以上に信頼関係ができてるよね。次のエンデバーを慕う人は弱らしいイナサです。とにかく声がでかい人。ヒーローにとって大切なのは熱さという持論を持っているイナサは、幼い頃からエンデバーに憧れていました。個性も見た目も熱いもんね。憧れのヒーローであるエンデバーに勇気を出してサインを求めたところ、冷たくあしらわれたことがトラウマになってしまったイナサは、尊敬していたエンデバーの冷たすぎる塩対応にひどく落ち込み、エンデバーのことを嫌悪するようになります。好きだった分反動で嫌いになっちゃったんだね。息子の轟ショウトからも塩対応されたことで、轟家自体が大嫌いになっていたイナサでしたが、ヒーロー仮面追試試験で轟ショウトと和解し、偶然そこに居合わせたエンデバーにも素直に応援していますと勇気を出して声をかけたところ、真摯な対応をしてくれたことで再度エンデバーの熱狂的なファンになりました。推し活していたらよくあるパターンだよね。最終決戦でエンデバーがいる群賀山荘跡地に助っ人として参戦したイナサは、対峙したオール・フォー・ワンから、オール・フォー・ワンが恐怖で支配した黄金時代を知らない無知だから魔王に立ち向かってくるのだと言われた時、その時代のことは授業で習ったから知ってる、今はその恐怖より親友の轟とエンデバーを応援したいと思う血潮が勝っていると答え、あんたの古い栄光より応援してる方の作る未来が見たいと真っ向から魔王にぶつかっていきました。暗い過去のトラウマから轟家を嫌ってしまった経験があるイナサが、暗い過去にとらわれるより明るい未来が見たいっていうのはすごく説得力がある気がするよ。次のエンデバーを慕う人はミロヤくんです。ミロヤくんって誰だっけ？ミロヤくんとはエンデバーが九州で出会ったエンデバーファンの少年です。数少ないエンデバーガチ勢。ミロヤくんはエンデバーの熱狂的ファンなのですが、自分からサインをもらいに行っておいてサインに応じるのはエンデバーらしくないとがっかりしてしまうという非常に複雑な感情を持っています。エンデバーなりにちゃんとファンサービスしようって変わりかけてた時だったから違和感があるのはしょうがないね。そんなエンデバーガチ勢のミロヤくんですが、九州にハイエンドノームが現れ、エンデバーが窮地に陥った際、オールマイトと比較して悲観的になる民衆とマスコミに向かって諦めずに戦っているエンデバーをちゃんと見ろやと訴え、ただ一人エンデバーを応援します。オールマイトが負けそうになった紙の事件ではみんなが一丸となってオールマイトを応援したのに、エンデバーの時は悲壮感が出てる状況って妙に描写がリアルだよね。その後もエンデバーを応援し続けるミロヤくんは、ダビとの一件でエンデバーへの信頼が揺らぎそうになるも、今も変わらずエンデバーを応援しているのは間違いないでしょう。ミロヤくん、アニメだとピンクの髪だったから呪術廻戦の虎杖裕二と勘違いしてる人が結構多いみたいだね。最後のエンデバーを慕う人はダビこと轟東也です。真のエンデバーガチ勢。エンデバーへの憎悪に燃えるダビですが、事の始まりは彼が父親のエンデバーが好きすぎることが原因でした。ダビがエンデバーの息子って告発した時はすごくひどいことされたって感じで言ってたけど、どういうこと？轟家の長男として生まれた東也は父親以上の火力を持って生まれたことで、オールマイトを超える逸材としてエンデバーにも期待されていました。エンデバーはどうしてもオールマイトを超えられなかったから子供にその夢を託そうとしてたんだよね。父からの期待を一身に受けた東也は父の夢を叶えるためにヒーローになることを目指すのですが、あまりにも巨大な力を持った個性に体が耐えきれず、個性を使うたびに火傷を負うようになってしまいます。東也の身を案じたエンデバーは東也を守るために個性の使用を控えさせるため、ヒーローへの道を諦めて普通に暮らすように諭すのですが、すでにナンバーワンヒーローになる夢を持ってしまった東也は父への期待に応えたい一心で個性を伸ばし続けてしまいます。お父さんが大好きすぎて注目してもらいたかったんだね。父に褒めてもらいたい東也と息子の安全のためにやめさせたいエンデバーの間で関係がギクシャクしているところに、エンデバーが求め続けていた半霊半年の個性を持ったショートが生まれてしまったことで、東也の焦りが暴走、
弟のショウトより自分に注目してほしいトウヤと、もう止めることができないトウヤから目をそらしてしまったエンデバーの間にできた溝は深まる一方で、肥大化し続ける父親への愛情と弟への嫉妬心から個性が暴走したトウヤは全身を炎に包まれ、なんやかんやあってダビに生まれ変わりました。オール・フォー・ワンに保護された数年間の間、エンデバーが自分を探し続けてくれてると思ったのに、家に帰ってみたら父親はショウトのことしか見てなくて、自分は亡き者にされていたからふっつんしちゃったんだよね。あまりにも父親からの愛に飢えていたトウヤは、ダビに生まれ変わった後もエンデバーに執着しているようで、最初から最後まで自分を見てほしいという愛情と嫉妬心にまみれた心理状態で生きており、ある意味でエンデバーを慕いすぎておかしくなったと言っても過言ではないでしょう。結局のところ、トウヤはエンデバーに褒めてもらいたかっただけなんだよね。ということで今回はエンデバーを慕うエンデバーガチ勢について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が1000いいねを超えたらオールマイトガチ勢まとめ動画も作ろうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。クルスウルトラ。